ねえ古墳さん、最近日本人のルーツが気になるの。縄文人と弥生人の根血って言うけどさ、弥生人って具体的にどんな人たちだったの？お、いいところに目をつけたな弥生さん。実は最新のゲノム解析で面白いことがわかってるんだ。最新の研究？何か新しい発見があったの？特に朝鮮半島の個人骨の解析が進んでな。日本人の成立に深く関わる謎が解けてきたんだぜ。へえ、朝鮮半島の古代人が日本に関係あるの？大ありだぜ。今日は韓国の遺跡から出た、これら8つの重要地点の個人骨データを徹底解説するぜ。何これ、名前が難しくて全然覚えられないわよ。安心しろ、一つずつストーリー仕立てで教えるから。これを知れば、日本人がどこから来たか見えてくるぜ。わかったわ。詳しく教えてちょうだい。というわけで今回は古代朝鮮半島のゲノムと日本について、ゆっくり解説していくぜ。ゆっくりしていってね。まずは一番衝撃的な緑地土からだ。緑地土？どの辺にある島なの？朝鮮半島の南の海に浮かぶ島だぜ。ここから出た新石器時代の人骨を解析したら驚愕の結果が。驚愕の結果？まさか宇宙人とか？違う。なんと DNA がほぼ 100% 縄文人だったんだ。韓国の島に縄文人が住んでたの？論文によると JYJ1 という個体は、縄文系の祖先成分がほぼ10割を占めていたんだぜ。じゃあ、昔は朝鮮半島の南側も縄文文化だったの？そう思うだろ？でもな、話はそう単純じゃないんだ。場所はキョンサンナムド・トンヨン市。その沖に浮かぶ島だ。ここに前期新石器時代の墓地遺跡が見つかったんだ。2つの土工墓から合計3体の人骨が出たんだぜ。彼らが使っていた道具が重要なんだ。佐賀県越岳山の黒曜石で作った石族。佐賀県？九州の石を使ってるの？さらに土器は西から使い定式の特徴を持つ。まさに縄文土器そのものが出土しているんだ。他にも鹿の骨格器や、イノシシ型の土製品まである。これらは全部、九州西北部の縄文系遺物と同じなんだ。道具も石も土器も九州産。やっぱり縄文人じゃない。各ゲノム分析の結果は、縄文人を含む古代東アジア沿岸集団系と西洋画系が混血した集団だったんだ。しかも個体によってその混ざる割合が違っていた。つまり、縄文っぽい成分もあるけど、大陸系も混ざってる。そういうことだ。でも文化的には九州の縄文人と変わらない。船で海を渡って、密接に交流していた証拠とも言える。なるほどね。そういう複雑な人たちが境界に住んでたのね。でも、今の韓国の人たちは縄文人とは違うわよね。その通り。この緑地土の縄文系集団は、現代韓国人には、遺伝的影響をほとんど残していないんだ。消えちゃったってこと？それはどうして？それを解く鍵が次の遺跡にあるんだぜ。次は、貝塚を紹介するぜ。今度はどんな人たちなの？さっきの緑地土とは真逆のような存在なんだ。の個体 AND1 などは縄文成分があまりないんだ。縄文成分があまりないの？じゃあどこから来たの？西洋画という地域を知ってるか？両画？中国の北の方？満州あたりかしら？正解だ。の人々はその地域の鉱産文化の遺伝子を色濃く受け継ぐ純粋な大陸系なんだ。つまり、北から来た人たちがに住み着いたのね。そう。彼らは吉備の右近を持って南下してきた集団だ。そして彼らこそが日本の弥生人の重要なルーツの一つになったと考えられているんだ。日本人の弥生顔の元祖ってことね。特にトライ系弥生人1と呼ばれるグループの起源だな。さて、北からの系と南の縄文系が出会うと、そりゃあ、混血するわよね。その証拠が見つかったのが、チャンハン遺跡と、ヨンデド貝塚なんだぜ。ここからは、大陸成分と縄文成分が混ざった、ハイブリッドな人骨が見つかっているんだ。どのくらい混ざってるの？半々くらい？いや、大陸系が主だけど2割くらい縄文が入ってる。なるほど。朝鮮半島の中で徐々に混ざっていったのね。この混血した集団もまた日本へ渡ってきたんだ。これがトライ系弥生人にの起源になったとされるぜ。タイプ1と 2？ 何が違うの？ 1はみたいな準大陸系。鳥取の青や上地地遺跡とか、2は混血系。愛知の朝日遺跡なんかがそうだな。へえ、弥生人といっても一枚岩じゃないのね。時代は進んで青銅器時代。手順に、だ。青銅器時代ってことは文明が進んだ感じ？そう。ここで重要なのは稲作の本格化だ。この手順2の個体は縄文成分をほぼ持たない。純粋な大陸系で、特にカカテン上層文化に近い。カカテン？
また難しい名前が出てきたわね。中国東北部の青銅器文化だ。彼らが南下してきて、もともといた縄文系の人たちを置き換えていったんだ。つまり、新しい支配者がやってきたってこと？そういうこと。そして彼らこそが日本列島に、水田稲作を伝えた直接の祖先だと考えられる。おお、日本の歴史の教科書に出てくる人たちね。さあ、時代は4から5世紀。テソンドン。だ。これは古墳時代くらい？場所はどこ？キメ、シだな。かつての、カヤ。だ。カヤって、日本とも交流があった国よね。その通り。ここの人骨解析がめちゃくちゃ面白いんだ。なんと、同じ遺跡の中に遺伝的に違う2集団がいた。2つの集団？仲が悪かったのかしら？いや、共存していたようだ。一つは、1、グループ。これは現代韓国人や中国北部に近いタイプだ。ふむふむ。もう一つは？もう一つが、2、グループ。こっちは縄文成分が多い。4世紀になってもまだ縄文系がいたの？そうなんだ。しかも彼らは日本の古墳人とそっくりだ。日本人が半島に住んでたってこと？逆かもしれないし、交流の結果かもしれない。テソンドンには、生贄として埋葬された人もいるんだが。ひえ。生贄。怖い。身分が低かったの？面白いことに、身分と遺伝タイプは関係なかった。つまり、支配層も庶民もいろんなルーツの人が、混ざり合って暮らしていたコスモポリタン、だったんだ。ちなみに近くの、ゆはり、貝塚の子供も解析されてて、この子は、1、グループ、つまり大陸系だったぜ。カヤって、思ったより多様な国だったのね。最後は6世紀頃の軍山、団文に、だ。ここも多様な人がいたの？いや、ここの特徴は家族の絆、だぜ。家族？どういうこと？小さな亀缶一つから、なんと9人分の骨が出たんだ。9人。牛乳詰めじゃないの。一度埋葬して骨にしてからまとめ直した二次層、だな。ゲノム解析したら、夫婦と子供、親戚だと分かった。大家族で仲良く眠ってたのね。重要なのは、彼らには縄文成分がほとんどないことだ。テソンドンとは全然違うのね。そう。彼らの遺伝子は現代の韓国人とそっくりだ。つまり6世紀には、この地域で現代に繋がる韓国人集団が、確立していたってことが証明されたわけだ。さて、話を日本に戻そう。山口県の土井ヶ浜、だ。有名な弥生遺跡よね。ここの人はどうだったの？ここの弥生人を解析したら、成分はこうだ。縄文系は約1割、残り9割は渡来系だ。うわ、ほとんど渡来系、縄文人とは全然違うわね。そしてその渡来成分は、集団に最も近い。あ、2番目に紹介された純粋な北の人たちね。そう。つまり土井ヶ浜にはのような集団に近い人が、大挙してやってきて、縄文人と混血したんだ。結論として、弥生時代から古墳時代にかけての渡来人は、朝鮮半島を経由して継続的にやってきた。でも、場所によって混ざり方が違うんでしょ？その通り。純粋な系が来た地域もあれば、すでに半島で混血したチャンハン系が来た地域もある。それが今の日本人の地域差にも繋がってるんだ。最後にざっくりまとめるぜ。用意はいいか？お願いするわ。1、かつて半島南部には縄文系の緑地土人がいた。2、そこへ北から系の農耕民がやってきた。3、彼らが混ざったり、入れ替わったりしながら。4、最終的に日本列島へ渡り、弥生人、日本人になった。なるほどね。単純な話じゃなかったのね。半島の中でも、地域や時代で全然違うからな。韓国の個人骨、と一括りにはできないんだ。私たちの祖先の歴史って本当に奥が深いのね。ゲノム解析が進めば、もっと細かいドラマが、見えてくるはずだぜ。今後に期待だな。ところで古墳さん、ネットで見たんだけどさ。朝鮮半島は5000年間無人だった。って本当？1万2000年前から7000年前まで遺跡がないって噂話だな。そうそう。だから縄文人が進出したんだって。結論から言うとな、その説は間違いの可能性が高い。結構有名な話だと思ってたのに。まず、最新の研究では人口急増期が違うんだ。半島南部で人口が急増したのは8200年前頃、なんだぜ。8200年前？ 7000 年前じゃないの？ああ。ここで重要なのが、機械赤穂や噴火、だ。九州南方の巨大噴火は7300年前頃、だろ？そうね。その被害から逃れて半島へ渡ったって説よね。でも、半島で人が増えたのはその1000年前、なんだ。あ、計算が合わない。噴火の前から人がいたのね。そういうことだ。つまり噴火避難説は、少なくとも人口急増の主な原因ではないんだぜ。でも、遺跡が少ない時期があったのは事実なんでしょ？
確かに最終表記極大期の後は遺跡が激減している。でもそれはあくまで半島南部の話なんだ。南部だけ？北部は？実は、現在の北朝鮮地域のデータが圧倒的に不足してる。北部の考古学情報は、ほとんど手に入らないのが現状なんだ。じゃあ、北の方には人がいたかもしれないの？その可能性は十分ある。だから南部だけを見て、半島全土が無人だった、と断定するのは早計なんだ。なるほどね。データがないイコール無人、ではないってことね。勉強になるわ。次に、初期の人類がどこから来たか、だ。日本から行った可能性は本当にないの？年代だけ、を見ればその可能性もゼロじゃない。でも、北部から南下してきた可能性も同様に否定できない。どっちもあり得るのね。だが考古学的には、両者は明確に異なる文化圏、だ。一時期言われていたよりも文化的つながりは弱い。対馬海峡は架け橋ではなく明確な境界、だったんだ。つまり、簡単に行き来して混ざったわけじゃないのね。そう。そしてもう一つ注意すべき点がある。現代韓国人の祖先、はずっとそこにいたのか？だ。5000年前の人たちは今の韓国人の祖先じゃないの？そこが落とし穴なんだ。紀元前1000年期あたりで、半島内の遺伝的構成に大きな変容があったんだ。変容って、人が入れ替わったってこと？その可能性が高い。手順2の解析でも見たろ？新しい大陸系の集団が流入してきているんだ。あ、5番目の話ね。稲作を持ってきた人たち。そう。だから、現代の韓国人や北朝鮮人の主要な祖先集団が5000年前にいたとは限らない。なるほど。昔の人イコール今の人、と、単純に繋げちゃダメなのね。そうだ。古代史はロマンもあるが、現代の感覚や国境で見ると見誤るぜ。複雑だけど面白いわね。今後の研究が楽しみだわ。ああ。新たな発見があればまた解説するぜ。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。